世界一とは大きく出たわね。頑張って作ったので。皆さんこんにちは。今回は内装変速機の仕組みについてやっていきます。内装変速機の仕組みでネットを検索すると解説がいくつかヒットするんだけど、どれも結構難しいんだよね。そこで今回は足が世界で一番優しく教えちゃうぞってお話。3段変速限定だけどね。ママチャリの変速機なんて興味ないよって人もいるかもしれないけど、頑張って作ったから見ていってね。さてさて、内装変速機の仕組みというと、大体が優勢歯車の解説から始まります。でもこの動画ではちょっと切り口を変えて、外装変速機との考え方の違いから説明させてもらおうかと思います。あと、とりあえずフロント変速のことは忘れてもらって、リア変速限定で話させてもらいますね。外装変速の場合、変速段数の数だけギア、この場合スプロケットを用意します。3段変速なら3枚、10段変速なら10枚です。はいはい。とてもシンプルで分かりやすいですね。内装変速はどうでしょうか。3速の内装変速機、つまり内装3段変速機は内部に1セットの特殊なギアを持っています。このギアに動力を普通に加えると回転数が上がって高速モードになります。ここまでは普通ですね。内装3段ではこのギアに反対側から入力する仕掛けがあります。すると先ほどとは逆に回転数が下がって低速モードになるのです。このギアの比率が仮に2だとすると、高速モードでは2倍の回転数、低速モードだと2分の1の回転数になるわけですね。で、これじゃ2段じゃないですかって話ですが、プラス1段としてこのギアを無視するモードがあります。回転数は入力のままの中速モードです。これが内装3段の基本的な考え方です。次はこのギアについて少し詳細を見ていきましょう。これが名前がかっこいいことでおなじみの優勢歯車機構です。優勢歯車機構にはいくつか特性があり、ついつい説明したくなります。でもこの動画ではぐっと我慢して内装3段変速機の説明に必要な要素だけ説明します。我慢できて偉い。とりあえず各部位の名前を紹介します。まず真ん中にあるのが太陽歯車です。機構全体を太陽系に見立てるわけですね。その周りにあるのが優勢歯車です。これだと4つですが、2つだったり3つだったり、数は決まっていません。優勢は惑星の古い呼び方ですね。優勢歯車はすべて輪っかでつながっていて、これを優勢キャリアと言います。最後に一番外側にあるのを内歯車って呼ぶことが多いんだけど、今回はリングギアって呼びます。島野さんの内装変速機での部品名称がそうなっているからそうしました。内歯車よりリングギアの方が直感的な気がしますね。さて、内装3段変速機では中央の太陽ギアがアクスルシャフトそのものです。アクスルシャフトはフレームにナット止めされているので完全固定で回転もしません。この太陽歯車が固定の状態でリングギアを回転させると優勢キャリアも回転するのですが、この通り優勢キャリアの方がゆっくり回ります。このモデルの場合ですとリングギアが1回転した時、優勢キャリアは4分の3回転します。逆に優勢キャリアを掴んで回転させれば、優勢キャリアが1回転した時、リングギアが1と3分の1回転しますね。先ほどの内装3段の概念図をもう一度出します。赤の高速ルートは優勢キャリアから入力してリングギアに出力。青の低速ルートはリングギアから入力して優勢キャリアに出力を表しているわけです。より具体的に言うと、リアスプロケットを優勢キャリアに接続、後輪ハブをリングギアに接続できれば高速モード。リアスプロケットをリングギアに接続して優勢キャリアを後輪ハブに接続できれば低速モードになるわけです。こういう仕組みなので内装3段の変速比は
1を中心に等間隔に並べることしかできないって制限があります。概念の理解だけならここまでで十分ですが、もっと具体的にこの切り替えがどのように行われているのか見ていきましょう。この優勢歯車機構をベースに内装3段っぽく肉付けしていきましょう。島野さんのインター3と大体同じ機構にしたつもりだけど、見ながら作ったわけじゃないから違う部分も多いはずです。いつもならフリーハンドの適当な図なのに。ちょっと気分が乗りまして、構造を見ていきましょう。一番外側の緑の部品がハブシェルです。内面にラチェットのギザギザがあります。中身が見えるように肉抜きしてますが、現物に肉抜きはありません。そりゃね。断面図にします。真ん中を貫通しているのが太陽歯車と一体化したアクスルシャフトです。何度も言いますが、これは回転しません。フレームに固定です。シャフトの中にあるのは変速操作用のロッドです。これを手元レバーで操作します。このロッドは内部の水色の部品をスライドさせます。これをクラッチユニットって呼ぶことにします。このクラッチユニットはスプロケのついたユニットとつながっていて常に一緒に回転します。このスプロケのついたユニットの方をドライバーユニットと呼びます。スプロケ書くのが面倒だから薄くした歯車でごまかしてる。ドライバーユニットにはラチェットの爪がついていますね。で、ドライバーユニットの爪と噛み合うラチェットはオレンジのパーツについています。これは優勢歯車機構のリングギアと一体化したユニットです。リングギアユニットと呼びましょう。リングギアユニットにも独特な形の爪がついていて、これはハブシェルの内面と噛み合います。最後に残ったのが黄色に着色した優勢キャリアを含むユニットです。これもそのまま優勢キャリアユニットと呼びましょうね。優勢キャリアユニットにもハブ内面と噛み合う爪がついています。また反対側にはクラッチユニットと噛み合う溝があります。構成要素はこれで全てですね。クラッチユニットが中央にあるとき中速モード、左にあるときが低速モード、右にあるときが高速モードとなります。1モードずつ見ていきましょう。高速モードから見てみることにします。クラッチユニットを右にやると優勢キャリアユニットと合体します。スプロケから優勢キャリアまで一体になったということですね。優勢キャリアユニットの回転は優勢歯車機構によって増速されてオレンジのリングギアユニットに伝わります。そしてリングギアユニットがハブシェルに回転を伝えます。これが高速モードです。ここで一つ覚えておいてほしいことがあります。裏から見てみると優勢キャリアユニットとハブの間にもラチェットがありますね。高速モードの場合、リングギアユニットからハブに回転が伝達されると言いました。この時、この優勢キャリアユニットのラチェットはどうなっているでしょうか。このモデルの爪は技術的限界で稼働しないので心の目で見てほしいのですが、ギザギザの方が爪を追い越し続けています。当たり前といえば当たり前なのですが、爪よりギザギザ側の方が回転が速い場合、ラチェットは無効になります。よく見るとドライバーユニットとリングギアユニットの間もラチェットでつながっているのですが、リングギアユニットの方が増速されて回転が速いので、このラチェットも無効です。次にクラッチが真ん中にある時の中速モードを見てみましょう。この時のクラッチユニットは特に何の仕事もしません。まず先ほどは速度差で無効化されていたドライバーユニットとリングギアユニット間のラチェットで回転が伝達されます。そのままリングギアの回転がハブシェルに伝わり、ギア比1の中速モードとなります。この時も優勢キャリアユニットはリングギアユニットから動力が伝達され低速で回転しています。でも先ほどと同様に速度差によってラチェットが無効になっていて、ここのラチェットからハブシェルに回転が伝わることはありません。
最後に低速モード。クラッチユニットを左に動かすことで低速モードになります。この時クラッチユニットがリングギアユニットの爪に接触し、爪を引っ込めて無効化します。リングギアユニットの爪が変な形で気になっていた人がいるかもしれませんが、このための形状です。これでリングギアユニットとハブシェルは切り離されたことになります。それ以外は中速モードと同じなのですが、リングギアユニットからハブシェルに伝達されなかった動力は優勢歯車機構で減速されて優勢キャリアユニットに伝わり、そこからハブシェルに伝達されます。中速モードでは速度差で無効になっていたラチェットですね。これが低速モードです。補足説明をしながら各モードをもう一度見てみましょう。まず高速モード。ハブシェルはスプロケの3分の4倍速で回転しています。この時内部の3セットのラチェットのうち2セットは速度差により無効化されています。なので実物では2セット分のラチェットの空転音が聞こえるはずです。続いて中速モード。スプロケとハブシェルの回転速度は一緒です。この時優勢歯車機構を通さずに動力を伝えているので効率は最も良いです。それでも優勢歯車機構の空転はしています。その分の抵抗は発生するので外装変速機より効率は悪くなるはずです。またこの時も1セットのラチェットが無効化されているので空転音が聞こえるはずです。最後に低速モード。ハブシェルはスプロケの4分の3倍の速度で回転します。ラチェットの無効化は爪を引っ込めることで行っているのでこの時のみ空転音がしません。以上が内装3段変速のメカニズムでした。ラチェットを無効化したり有効化したりクラッチをつないだり離したりしながら動力の伝達ルートを切り替えているんですね。内装3段は分かったけど4段以上はどうなっているの？よく知りません。優勢歯車機構を複数用意して対応歯車を切り替えたり優勢歯車機構同士を接続したりしてルートを用意していることは分かりますが、具体的な伝達ルートや切り替えメカニズムは製品ごとに全て異なると思います。私は把握していません。今映っているのはマジでただのイメージというか想像なので注意してください。何速だろうが基本的には同じことをやってる外装変速機とは多段化の難易度がだいぶ違いそうですね。ギア比も互いに影響し合うのでそれを踏まえた設計が必要なはずです。優勢歯車機構の数を増やしていけば指数関数的に組み合わせを増やせる理屈ですが、ギアを通すたびに効率が低下しますし都合よいギア比にするのも切り替えメカニズムの搭載も難しいと思います。重量がかさむのと合わせてスポーツバイクに向かないのはここら辺が理由かと思います。広く流通している製品で最も多段化が進んでいるのはシマノアルフィーネの11速だと思います。これは内部に4セットの優勢歯車機構を備えています。アルフィーネ11速の構造に関しては他の YouTuber さんの動画で日本語で詳しく解説したものがあります。アルフィーネ DI2 構造解説とかで検索すれば見ることができると思います。探してみてくださいね。では今回の動画はここまでです。この動画を気に入ってくれた人は他の動画もぜひ見てみてくださいね。チャンネル登録や感想、リクエストのコメントもいただけると嬉しいです。最近 X アカウントも作ったのでよければフォローもお願いします。じゃ、またね。バイバイ。バイバイ。